熱っ。これ見た目がやばいけどね、これ。100均グッズでなんとか。おはようございます。今日はキャンプ場をちょっとお借りしているので、現状のエブリー君の仕様をご説明いたしましょう。2017年、だいたい5年落ちぐらいの中古です。グレードは TC リミテッドの 4WD の 5AGS になります。外観は特にあんまりやってるところはないです。キャリアの上に、荷物置き場を作ってるんですが、それとウィンドウデフレクター。これは木で作ってます。2x4 といつも使ってる型分け用のパネルで作りました。荷物入れを乗せたかったので、その形状に合わせて作りました。キャリアと。普段使わない停止板、三角、おにぎりみたいな。片方に乗って、片方は生ゴミ、車内に置いときたくない場合は、片方をゴミ箱として使ってます。上に箱乗せると、結構風の抵抗がすごいので、作ってよかったなと思いました。全然違いますね。あとキャリア自体は業務用のやつなんですけど、ところどころチッピング風な塗装をして化粧をしてます。あとは今、これ夏タイヤなんですけど、13インチ、1558013というサイズが入ってます。メルカリで買いました。送料がいくらかな。多分全部で1万5、6千円ですかね。と、これ今20センチ拡張モードでこんな感じです。20センチ伸びております。20センチ伸びると、どんな感じかというと、車中泊時はだいたいこんな感じになっていますが、この上の部分は固定されているので、延長するのはこの中だけです。中の箱が20センチ奥に行って、これをはめると、フラットになって、ここで189ぐらい。で、ちょっと余裕があるので、190、このね、シートのここまでだと多分195か196ぐらいはあると思います。これは前回の車検で完全に2シーターにしたので、この下に荷物入れができました。割と入りますね。はい。真ん中のパネルを外しましたが、サブバッテリーとかはここにいます。エブリーはですね、100V のファンヒーターとか使いたかったので、頑張って作りました。走行充電を重視して作ったので、レノジーの 30A の走行充電器からリン酸鉄バッテリーですね。これ 30A2 つ並列で使ってますので 60A の容量があると思います。そこからポータブル電源につないでます。基本的にはですね、ポータブル電源が全ての電気の元になるというか、操作系が全部ポータブル電源からするので、サブバッテリーはポータブル電源のためのサブバッテリーという位置づけで作っております。サブバッテリーからポータブルバッテリーまでは 8A しか来ないんですけど、100W 弱なんですけど、車が止まってる間でもずっと常に充電はされるので、それほど大きな電源を使わない限りは今のところ全然大丈夫です。冬場はファンヒーターを使ってますけど、その日使って次の日移動すればまた充電されるので、今のところ何の問題もなく使えてはいます。ただね、リン酸鉄バッテリーは寒いところに弱いので、寒いと消費が激しくなります。そこはちょっと懸念材料ですが、現状は全然大丈夫です。この下にサブバッテリーがいるんですが、サブバッテリーの出力がここに来てるので、ここからぐるっと回って、
ポータブル。これが288ワット。小さいポータブル電源ですが、今ね、30ワットぐらいで充電されてます。マックス96ワットぐらいまでですね。充電の入力は。で、今14ワット。使っているのは、この上にある換気扇。照明2つ。この下にある LED。この3つですかね、照明使ってるのは今。この前作った網戸。昨日はこれで寝てました。扇風機は使ってません。ここは夜は寒いんで。この網戸から入って、この換気扇、あるかな？吸ってますね。これ今弱です。もう割と吸ってくれます。最強にしてみましょう。こんな感じです。若干音がうるさくなりますが、爆音ではないので。なんで換気扇をここにつけたかったかというと、これがですね、ここ天井になるんだけど、ここが一番高いんですね。要は、つけられる場所としては。熱は上に溜まっていくので、一番上から引っ張ってあげた方が効率がいいんです。よくね、換気扇つけるパターンとしては、今ここ網戸がついてますけど、ここに換気扇をよくつけるパターンがあるんですけど、ここだとスライドドア、この隙間で対応しなきゃいけないんですね。隙間は大丈夫だと思うんですけど、一番困るのが電源です。モバイルバッテリーとかでやる分には大丈夫なんですけど、12V でやろうとするとどっかに電源の線を入れ込んでやらなきゃいけないんですけど、スライドドアっていうやつは文字通りスライドするので、配線の処理がめちゃめちゃめんどくさいんですよ。上級者はね、この車体側の、これ多分パワーウィンドウ用の電源だと思うんですけど、ここと対になってるここ電気が通るようになってるんですよね。ここで処理をしたりしてますが、ちょっとそこまでのスキルはないので、スライドドアではなく、後ろ側についてます。コンロがここにあるんですよ。要は熱源がここにあるので、ここに換気扇があるのが非常に都合がいいと。使うときにはバックドア開けないと意味がないので、ちょい開けでもしないと使えないんですけど、これぐらい15センチぐらいバックドア開ける感じになるんですけど、ちょい開けで換気はできるので大丈夫です。ここが窓があります。これは強化ガラスが入ってます。廃材の幅が60センチ、高さが、24センチぐらいのガラスがはまってます。後ろのドアを開けるので、車中泊の時は。あるとないとじゃあ大違いになっちゃいますので、はまってます。普段はこれが、よいしょ。はい。閉まってます。これがスピーカーなんですけど、これ全部スピーカーです。これ車中泊全く関係ないんですけど、車中泊の時はこのスピーカーです。このスピーカーを使っております。これが Bluetooth でつながるんで、映画見たりなんかするときはこれです。で、電気関係はすべてこのパネルで操作ができます。これは照明の悪さを調整しています。マックス 7W です。この LED はこれも廃材です。どっかのお店の解体するときにもらってきました。このテーブルは型枠用のやつです。よく使ってる。もうコーティングされてるんで、水こぼしたりね、しても平気なんで。使いやすいので使ってます。安いし。これダイソーの電池式のランタン。あんまり使わないけどね。ケトルとコーヒー入れたりするのがこれついてます。こだわりとしては、この天井部分には収納を作らないということですね。いろいろ、この辺に作ったりとか、奥側に作ったりとかされてる方は多いんですけど、僕、キャンプとかバーベキューとかはほぼ興味がないので、なんでわざわざ荷物は極力少なくしてるんですよ。収納作っちゃうと、せっかくこれだけ高さがあって広いのに狭く感じちゃうので、天井の方には収納は作っておりません。開放感がかなりあります。
両サイドはこのカーテンで目隠し。で、フロントはちょっと今上に乗ってますが、折りたたみの銀マットをフロントの窓のサイズに切って使っております。この天井は、三月さんの車両用難燃っていう布を使いました。ちょっと貼るのが大変だったんですけど、ところどころちょっと垂れてきたりとか、貼るのは難しいですよね、これね。まあ、とりあえず車検もなんとか通ったんで、こうよく板張りにされてる方がね、キャンピング仕様にされてる方、あれ大丈夫なんですけどね。今回もこれ布なんですけど、重量がかなり予想よりオーバーしてたので、板張りにすると、確かね、4ミリ以上の板を使わないといけないと思うんですよ。前までやる場合は。そうすると、かなり重量がかさむと思うんですよね。板だと音がかなり反響するので、うるさいかなと思うんですけど、どうなんでしょう。やってないので何とも言えないんですけど、もしやられてる方がいたら、どんな感じなんでしょうか。ご一報いただけたら助かりますが。布のメリットとしては、かなり吸音性能が上がるので、もともと静かな車ではない鉄箱なんで、結構静かになりましたね。吸音性能があるんでしょうね、やっぱり布は。張り替えたことで、オーバーヘッドシェルフっていうんでしょうか、収納ボックスみたいなのが上についてるんですけど、この辺と同じライトグレーだったんですけど、かなり違和感があったので、塗りました、黒く。チッピングとか使って。どうでしょう。見た目はかなり違ってるはずですね。助手席の上は物が置けるようにボードは作ってますけど、普段はこんな感じですね。横に誰も乗らないので。助手席倒した状態、20センチちょっと高さが違ってます。とにかくこれ低く作りたかったんで、せっかく高い天井なので、パネルの厚さは5センチぐらいです。1140。このパネルの上からで1140あります。こっち側をね、ベッドにしてっていう方がいると思うんですけど、パイプで櫓を組んでマットを乗せてっていうスタイルだと、ベッド側に座った場合、かなり圧迫感が天井まで近くなっちゃうんで出ると思われます。後ろの箱をスライドさせない状態でも1800の1200のスペースは確保できておりますので、2人は余裕で、まあ通常1人なんで全余裕です。はい、これが20センチスライドさせた時、これぐらいな感じになります。金物で作ってあります。これで動きません。これ以上は。鍵もロックできるので、この状態で。はい。開けてみましょう。このぐらいです。このぐらいですけど、実際広げてみると、足元が20センチ奥行きが広くなるのは非常に広く感じます。で、換気はここから出てきます。この辺はベニヤとスタイロフォームで埋まってます。これもパネルの中も。と、この前マイナスの時も大丈夫でした。そろそろ帰る支度をしますか。